はい、どうもこんにちは。ゆきです。今日も楽しいエフェクターを紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら。じゃじゃん。ボスのコンパクトエフェクターでフェンダーのアンプを再現しようとしたボスのレジェンドシリーズの一つ65デラックスリバーブです。前に紹介した FRV1 っていうのがありましたね。フェンダーリバーブですね。こちらでこれと似てるんですが、こういうのもレジェンドシリーズでありました。あとはね、もう一個こちらですね、ベースマン FBM1 っていうのがありますね。このね3つのレジェンドシリーズっていうのがありましたと。これはねもう生産完了品でね売ってないのでね、興味ある方はね中古で探すといいかなと思います。今回はこれですね、65デラックスリバーブのモデリングをした FDR1 という機種になります。こちらね、アンプのモデリングなんでね、レベルとゲインの値がついていたり、あとはトレブルとベースがありますね。EQ がついてて。あとはね、これデラックスリバーブの特徴なんですけど、リバーブとですね、ビブラートというのがついてます。このビブラートでね、トレモロみたいな効果を得ることができます。こんな感じでどんな音がするのかっていうのをね、試していきたいと思います。では、行ってみましょう。はい、ということでですね、ボスのですね、FDR1 ですね、フェンダー65デラックスリバーブアンプですね、これを見ていきたいと思います。ギターはギブソンの ES335 からですね、FDR1 に入りまして、そこからですね、コッホのペダルトーンっていう真空管プリアンプに行きます。で、そこからライン出力しております。バイパスの音はこんな感じです。はい、こんな感じです。ではですね、音を見ていきたいと思います。まずは、全部12時でいきたいんですけど、これちょっと癖のあるエフェクターといいますか、このフェンダーのデラックスリバーブをですね、再現といいますか、シミュレートしておりますので、まずは説明します。ここレベルとゲインがデュアルのつまみでですね、調整することができます。で、トレブルとベースの EQ があって、で、最後ここですね、上がビブラート、そして下がですね、リバーブですね。これもフェンダーのですね、デラックスリバーブを再現してビブラート機能を入れてくれているという感じですね。それが面白いですね。なので、12時の状態でやると全部オンになりますので、ちょっと要注意ですが、一回やってみましょう。ポチッと。はい。ちょっとカオスな感じがしますが、ですので、まずは一つずつやっていきましょう。空間系というか、ビブラートとリバーブを一旦オフにしますね。はい。これで歪みペダルになりました。歪みだけになりました。結構ね、図太い感じの、僕は結構好きな感じですけど、ちょっとずっしりした歪みっていう感じですね。この下を下げるとですね、下がレベルなので、これを下げると音が出なくなるはずです。はい。そうですね。これがレベルです。で、これは12時ぐらいにしておいて、で、上がですね、原因なので、これをなくすと、0にすると、出音も0になります。ちょっと上げて、歪まないぐらいに上げて、はい、これでもちょっと歪みますね。でもこの柔らかい歪みというか、この図太くて柔らかい歪みが僕は好きですね。結構いい歪みだと思います。ちょっと癖があるけど僕は好きですね。ちょっと図太い感じといいますか、そんな感じでですね、こうやって EQ で作っていきます。ちょっと12時にしておいて、じゃあトレブルを上げていきましょう。これはい上げるとすごく気持ちいい感じですね。パキッとしていい音です。で、このエフェクターもですね、結構歪みの EQ に対する追従というのがいいなと思いました。優しくいくと、これを強くいくと、非常にね、ピッキングの追従がいいなと思いました。ゲインをですね、マックスにしても、歪みの追従は非常にいいなと思いました。マックスでも優しくいくと結構おとなしめな音になりますし、いいなと思いました。じゃあトレブル下げていきましょう。
感じですね。EQ の効きもバッチリかと思います。じゃあ次こっちですね。ベースを上げていきましょう。これもしっかり聴いて気持ちいいですね。これも下げていくとローがカットされたかのような音になります。この辺のね、ゲインとレベルと EQ を駆使してですね、音作りをしていく感じになります。はい、そしてですね、こちらですね、このビブラートとリバーブのセクションですね。これが面白いのがですね、X リバーブに搭載されているスプリングリバーブとビブラートのユニットですね。それがですね、ここで再現されています。ではまずはリバーブを見ていきましょうか。リバーブはこの二重のつまみの下側ですね。これを上げていくと、スプリングリバーブの音ですね。結構ね、ちょっとかけでもしっかり聴いてくれるので、あんま深くかけすぎない方がいいかなと思いました。結構ね、しっかり聴いてくれて気持ちいいですね。結構強く上げると、はい、マックスにするとここまでリバーブがかかるので、ちょい掛けぐらいが使いやすいかなと思いました。はい、そしてですね、この上のつまみがですね、ビブラートになります。これを上げると、ちょっと揺れてるのが分かりますでしょうか。トレモロみたいな感じですかね。感じでトレモロがかかります。とってもユニークで面白いエフェクターかと思います。要素的には歪みと EQ とでリバーブとビブラートの4要素がありますので、それを駆使してこの1個単体でですね、どういう機能を割り当ててペダルボードに組んでどういう使い方をするのかっていうのがね、非常にこの使用者の腕の見せ所といいますか、センスが問われるところかなと思いますので、いろいろ遊んでみるのはいかがでしょうか。ね、歪みを使ってクランチペダルとしても使うのもいいですし、ビブラートとリバーブだけと EQ だけ使って空間ペダルとして使うのも非常にありかなと思いました。なかなかね、独特な音がするので非常に面白いと思いました。はい、こんな感じでね、非常にユニークで面白いエフェクターでした。音はとってもいいのでね、ぜひ気になる方は試してみてください。いかがだったでしょうか。フェンダーデラックスリバーブをモデリングした FDR1 の音を聞いていただきました。いいですよね。これ全然使えるんじゃないですか。なかなかね、エフェクターボードにこれ入ってる方っていうのはね、あんまり見かけないんですけど、とてもいいと思いました。リバーブとして入れてもいいし、プリアンプ的にここでも音を作っちゃうっていうのも全然ありだと思うし、非常にね、面白いペダルかなと思いました。使い道っていうところでは、どういう、これをベースにですね、エフェクターボードを組むみたいなこともね、とても面白いかと思いますのでね、ぜひ興味ある方はチェックしてみてください。生産完了品なんですけどね、中古で売ってますので、この動画の概要欄にもですね、Amazon のリンクなんか貼ってますので、参考になるかもしれないのでね、ぜひご確認ください。という感じでね、僕の動画ではこんな感じでボスのコンパクトエフェクターの紹介だったり、あとはボス以外のエフェクターの紹介、あとはギターの紹介だったり、バンドマンのね、エフェクターボードの紹介なんかをね、やってますので、ぜひこの機会にですね、チャンネル登録をしていただいて、また次の動画でお会いできればなと思います。ということで、本日もありがとうございました。ゆうきでした。じゃあね、バイバイ。